日本は資源確保と東南アジアにおけるイギリスの軍事拠点の破壊を目的としてマレー半島への侵攻を企図していました。当時のマレー半島におけるイギリス軍は日本軍の7万人を大きく上回る14万人とされていましたが、その兵力は本国イギリス人兵士だけではなく、インドやオーストラリアなど寄せ集めとも言えるべき構成でした。対する日本軍は兵力数は劣るものの、兵士の練度や装備、士気の高さはこれを凌駕しており、作戦を奇襲攻撃にすることでこの兵力差を覆せるとの決断に至ります。そして1941年12月8日、真珠湾攻撃と並行してマレー作戦が開始されました。午前0時25分、河村三郎少将率いる第9旅団約5200人がコタバル飛行場占領を目指して上陸作戦を開始。この上陸作戦と並行して空挺部隊による飛行場占拠も計画されていましたが、悪天候のため断念、上陸作戦のみの遂行となりました。輸送船団はイギリス軍の哨戒をかいくぐり、コタバル沖へ進軍。上陸用舟艇が海岸を目指すと、待ち構えるイギリス軍第9インド師団が機関銃、迫撃砲、対戦車砲で応戦。海岸線には張り巡らされた鉄条網と多くの地雷が日本軍の進撃を阻みました。銃弾が降り注ぎ、上陸用舟艇が被弾する厳しい状況下で、日本兵は果敢に突撃し、激戦の末、午前2時に海岸砲を確保、飛行場への進撃を開始します。コタバル上陸とほぼ同時刻、牟田口蓮也中将率いる第18師団は大量のシンゴラとパタニへ上陸を開始しました。高階武士大佐率いる第56連隊約9600人はシンゴラへ、櫻井正蔵少将率いる第55連隊約5600人はパタニへと進駐します。一部大軍部隊が抵抗を試みましたが、速やかにこれを鎮圧。その後現地住民との交流を図り、日本の目的を説明するとともに食料や日用品を提供するなど懐柔工作が功を奏しました。上陸した日本軍はマレー半島を縦断するため、西海岸ルート、東海岸ルート、中央ルートという3つの主要なルートを設定し、はるか1100キロ先のシンガポールを目指して進撃を開始します。牟田口中将率いる第18師団は西海岸ルートを担当。アロースター、イポー、クアラルンプールといった主要都市を制圧し、最終目的地のシンガポールを目指します。アロースターでは市街戦が展開され、日本軍は火炎放射器や爆薬を用いてイギリス軍の陣地を破壊。しかしマレーシアのゲリラ兵による補給路への襲撃も発生。野因に乗じたトラックへの襲撃や軍需物資の略奪が相次ぎました。続くイポーではカマロン高地をめぐる激しい攻防戦が展開されます。イポー北東に位置するカマロン高地は周辺の道路や鉄道網を遮断できる戦略的な要衝であり、第18師団は迂回作戦、夜襲、航空支援などあらゆる戦術を駆使し、多大な損害を出しながらもついに制圧、イポーを壊滅へと追い込みました。さらにクアラルンプールではイギリス軍が立てこもる市街地を包囲し、輸送路を遮断して降伏を勧告したものの拒否されたため砲撃を開始。市街戦に突入することとなります。イギリス軍はマチルダ歩兵戦車などの装甲車両を投入したものの、市街地周辺はジャングルや湿地帯が多く、道路網も未発達であったため、その性能を十分に発揮することができませんでした。連日の日本軍の猛攻に加え、深刻な物資不足に見舞われたイギリス軍は撤退を余儀なくされます。クアラルンプール攻略戦は多くの民間人が犠牲となる悲劇的な結末を迎えたのでした。一方、松井拓郎中将率いる第5師団は東海岸ルートを担当し、クアラトレンガン、クアンタンなど海岸沿いの要所を攻略しながら南下していく計画でした。クアラトレンガンではイギリス軍の抵抗は比較的弱く、日本軍は都市をスムーズに占領していきます。しかしクアンタンまでの道のりは道路の整備状況が悪く、ジャングルが多かったため進撃は困難を極めました。そうした状況下で日本軍の進撃を支えたのが銀鱗部隊です。彼らはマレー半島のジャングルや湿地帯を自転車で走破し、補給や偵察活動に大きく貢献しました。
雨季に入ると状況はさらに悪化し、道路は泥濘化して進撃速度は大幅に低下します。日本軍はチェーンソーや爆薬などで岩や木々を破壊しながら進軍するという過酷な状況に加え、マラリアやデング熱などの感染症が蔓延し、多くの兵士が病に倒れながらの強行軍となりました。西原一作大佐が率いる第三戦車団は中央ルートを担当します。このルートも道がなく、戦車隊はジャングルを切り開き、急峻な山を越え湿地帯を渡るというさらに困難な行軍を強いられ、その結果多くの戦車が故障し、行動不能に陥ってしまいました。しかし工兵部隊の献身的な支援によって状況は打開。彼らはジャングルを切り開いて道路を建設、橋を架けるとともに、イギリス軍が設置した地雷や障害物まで除去することで、戦車隊が安全に進撃できるルートを確保。こうした活躍もあって、第三戦車団はイギリス軍の背後を突き、戦局に大きな影響を与えることに成功したのです。しかしこのジャングルの中の進撃は多くの犠牲を伴いました。中央ルートでも病気や飢餓、野生動物や毒虫による被害が多発し、兵士たちは常に危険と隣り合わせの状況だったと言われています。各ルートにおける日本軍の快進撃を支えたのは共通する過酷な兵站状況でした。船舶や鉄道、トラック、さらには人力までも動員し、食料や弾薬はもちろん、医薬品や燃料など行軍に必要な物資は困難を乗り越えながらも前線へと運び込まれたといいます。船舶輸送はイギリス軍の潜水艦や航空機の攻撃を受け、鉄道輸送は線路や橋の爆破、車両輸送は雨季による道路の泥濘化など、輸送手段はそれぞれに困難を極めました。そのため多くの兵士が重い荷物を背負い、ジャングルの中を歩き続けるという、最後は人力輸送が頼りになりました。一方イギリス軍は日本軍の進撃に対し、幹線道路への地雷設置や橋の爆破に加え、ゴム農園や製鈴所の破壊、食料や物資の焼却といった焦土作戦を実行しました。これらの作戦は日本軍に損害を与え、進撃を遅らせることを目的としたものでしたが、それは同時に住民たちの生活をさらに苦しめることにもなったのです。1月31日、日本軍はついにジョホールバルに到達します。ジョホールバルはシンガポール島への玄関口であり、その喪失はシンガポールの命運を大きく左右すると考えられていました。そこでイギリス軍はヘンリー・ゴードン・ベネット少将率いる第8オーストラリア師団を配置し、死守すべく強固な防御陣地を構築したのです。ベネット少将は優れた戦術家として知られ、またジョホールバルの地形を熟知しており、その地形を最大限に生かした防御陣地を構築します。市街地を囲むように塹壕、鉄条網、地雷原などを設置し、高台には機関銃陣地や砲台などを構築、市街地には狙撃兵を配置し、徹底抗戦の構えを見せました。日本軍はジョホールバル攻略のために戦車や榴弾砲、迫撃砲などの火砲を投入しましたが、イギリス軍の頑強な抵抗に苦戦を強いられます。市街地を包囲し、容赦ない砲撃と空爆を浴びせましたが、イギリス軍の防御は堅牢であり、容易には突破できませんでした。そこで日本軍は夜襲や浸透戦術を駆使し、わずかな隙をついて陣地を突破しようと試みましたが、ベネット少将率いるイギリス軍の警戒は厳重で、その試みはことごとく阻止されてしまったのです。膠着状態を打開するため、日本軍は航空戦力を最大限に活用し、イギリス軍の陣地や補給路を徹底的に攻撃、さらに昼夜を問わず執拗な爆撃を繰り返し、イギリス軍の兵站を寸断し、兵士たちの疲弊を誘いました。激戦の末、徐々にではあるものの、日本軍は着実にイギリス軍の防御線を押し下げていき、ついに2月7日、補給の限界と兵士の疲労困憊から、イギリス軍はジョホールバルの放棄を決断、シンガポールへと撤退しました。日本軍はイギリス軍の撤退を追撃し、シンガポールへの共闘補を確保したのです。イギリスにとって極東における最後の拠点であるシンガポールは、アーネスト・パーシバル中将の指揮のもと、徹底抗戦の構えを見せます。しかし海岸線の砲台は海からの攻撃を想定したものであり、北側からの備えは不十分な態勢だったのです。日本軍は占領したジョホールバルを拠点として、
シンガポールの北側から砲撃を開始、攻略の準備を進めていきます。2月8日22時30分頃、第18師団に加え、約2万5,000人を擁する近衛師団が、シンガポールの北西部に位置するサラットテカと、北東部に位置するプンゴールの2カ所に上陸しました。イギリス軍の防衛が手薄な場所を狙った奇襲は成功し、上陸部隊は内陸部へと進撃を開始したのです。2月9日、日本軍はシンガポール市街地へと進撃を開始します。市街地では、家屋や建物に隠れたイギリス軍兵士との間で、激しい銃撃戦が繰り広げられ、手榴弾や火炎放射器が使用されました。続いて日本軍はシンガポールの貯水池を占拠し、イギリス軍の給水システムを破壊、さらに市街地に火を放ち、混乱を引き起こします。火災は瞬く間に広がり、多くの建物が焼失し、市街地は地獄絵図と化しました。2月11日、日本軍はシンガポール市街地の中心部を占領し、イギリス軍は組織的な抵抗が不可能となるも、散発的な抵抗を続けます。食料や水不足も深刻化する中、パーシバル中将は降伏交渉の準備に取り掛かりましたが、一部オーストラリア軍は徹底抗戦を主張、反撃を続けました。しかし勢いが止まらぬ日本軍の猛攻は続き、追い詰められたイギリス軍はついに降伏を決意します。2月15日、パーシバル中将は降伏交渉で、日本軍の山下智之大将に対し、市民の安全、病院の保護、捕虜の人道的な待遇などを求めましたが、明確な保証を得るには至りませんでした。この降伏によって約8万人のイギリス軍兵士が捕虜となり、イギリス史上最大の屈辱を味わうことになった上、捕虜たちは日本軍の収容所に入れられ、想像を絶する過酷な生活を強いられたのです。食料、水、医薬品などが極端に不足する中で、虐待や暴力が横行し、病気や飢餓、さらには虐待によって命を落とす兵士が後を絶たなかったと言われています。マレー作戦における両軍の損害は甚大で、日本軍は戦死者3000名以上、負傷者5000名以上とされる中、イギリス軍の損害はさらに大きく、戦死者7500名以上、負傷者8000名以上とも言われています。マレー作戦におけるイギリス軍の敗北は、チャーチル首相にしてイギリス史上最悪の災害と評され、マレー半島とシンガポールを制圧した日本軍は、これらの地域を南方作戦における重要な拠点として活用し、さらなる南方への進撃を加速させることになるのです。